チェゲラードニュージョンです。今回ね、ルートライダーのね、アップデートが入ったのでね、ルートライダー使ってみましたという形でね、やっていきたいんですけども、2日経ちまして、320獲得と、まあ、相変わらず強いかなというのが僕の感想です。ただね、まあ、以前よりは、なんか最終的なルートライダーの数が減ってたりとか、僕、ニアカでね、ルートライダー回してて、サバカの方はね、食い火とかじゃなくて、普通にラッシュで回してるっていうか、回してるとかファーミングなんですけどね、ただの。ファーミングやってる分には、まあ、多少はちょっと弱くなってるかなっていう感覚を受けております。まあ、ただ、こうしてね、前回取るには、もってこいのユニットであることは変わりないかなというような現状ですね。まあ、その後、ちょっとね、リプレイ見ながら、ちょっといろいろ語っていければなと思います。早速やっていきましょう。さあ、早速やっていきましょう。クイヒールートライダーにオーバーグローが入った形でね、以前に動画にしてる編成と全く変わりないものになってて、基本的には10日弊社を使っていこうというやり方でやっております。まあそうだな。まあでも言ってもルートライダーが、まあ気持ち落ちるかなって感じ。本当に気持ちいいって感じかな。ただね、防衛はね、割と明確に差が出たかなと思ってて、僕、この新シーズンね、レジェンドリーグがまたシリーズ変わったじゃないですか。シーズンが変わったじゃないですか。僕、初日になんと3000回を食らったんですよ。レジェンドリーグの初日ってあんまり全回食らうことないんですけど、ルートライダー編成にね、3000回をいきなり取られっていうスタートを切ったんですけど、ここ2日間の方がね、防衛率が、トロフィーが上がったにもかかわらず、初日僕320取ってるんでね、ある程度上位の方には入ってたと思うんですけど、その人たちが攻めてきてるルートライダーなんだけど、なんかデイ1よりも防衛の成績がいいっていう現状に今なってまして、まあそれは明確にルートライダーの弱体化が入って以降のね、成績が、まあそういった意味で反映されたのかなとは思っております。はい。なので、なんかラッシュ系でやった時の方が食い火の時よりもより感じるのかなとは思ってますね。僕が食い火でやってるので、まあ多少なんだろう、変なことした時、食い火で変なことしてきつくなった時のリカバリがちょいきついよみたいな感じぐらいの認識でいるんですけど、ここもね、ホーミングチェックいろいろ入れつつ食い火、オーバークローこういうところでね、タウンホール裏のモノリスとかはね、長時間ゆるーく集めることができて、なんか援軍はよくわかんない援軍出てきましたね。で、オーバークロー解けるタイミング完璧だったので、これはフリーズ一緒に固めさせてもらいます。ありがとうございますと。結構端っこにね、今ヒーロー固まってることが多いんですけど、ルートライダーね、もはやウォーデンより前にね、ストライカー投げることの方が多いですね。できるだけ被弾もさせないようにという形で。で、キングとルートライダーが合流する形っていうのもね、以前の動画でも話してたような感じかな。まあそういった時に、できればね、援軍の方もね、クイーンで処理することができれば、ここでアイゴレにルートライダーが捕まらないので、このレイジヒーリングトームがね、バカほど強いという形になります。結局この形組めちゃえば、ルートライダーがもう弱くなろうがなかろうがもうめちゃくちゃ強いし、ルートライダーが穴開けてくれるんでね、この後キングが無双するわけですよ。ジャイアントガントレット中心部で使えるどころかもう余りましたね、ガントレットね。これがルートライダーの強みに活かせた食い火ライダーなのかなとは思いつつ、ただね、ルートライダーはまだまだ論争がね、これ巻き起こってるわけじゃないですか。まだ弱体化が必要だとか、プロの人たちは当然まだまだ必要だって言ってるし、ちょっと続きのアタックでね。じゃあやっていきましょう。なかなかね、難しい議題かなとは思ってて、人によって感じ方がね、明らかに違うわけですよ。クラクラの難易度だったりとか、ルートライダーの使用率だったりとか、なんか難しいよね。僕個人としてはね、ルートライダーというユニットが出たことによって、タウンホール16になってからっていう言い方の方がいいかな。タウンホール15の頃よりも、明確にイン率が上がりました。全回率も当たり前だけど上がってて、楽しい、なんか、タバカとかもね、ほとんど触ってなかったんだけど、16になったことでね、触る機会もね、増えたなーっていうところもあるし、メンバーシップ入ってくれてる人とね、クラン対戦増してるんだけど、それはでもね、功績の問題もあるか、よく考えたら。功績もらえないと、ギアが育てられないという理由もちょっとあるな。難しいところだな、それは。あるんだけど、シンプルに15の時よりも多少はね、楽しく、プレイする側としては楽しくなった要因に、やっぱルートライダーっていうユニットが若干なりとも入ってくると。全回率があったらシンプルにクラクラ楽しいからね。ただね、その反面、この前のね、世界大会予選とか見ちゃうと、さすがに今までのクラクラの戦略性がなくなってしまってるなって感じるのもまた事実っていうところで、そこのね、バランスがめちゃくちゃ難しいかなと思ってる次第でございます。超難しいね。
どうしたもんか。まあ、ルートライダーね、本気で調整するんだったらね、HP とかよりも枠数を多少増やしていくっていう調整をした方が、僕はね、バランスが良くなるんじゃないかなとは思ってる場所ですね。まあ、HP とかのバランスは割と今ので、まあ、これからまた、もうちょっとバランスを見てって感じになるけど、そこそこね、良くはなったと思うんですよね。まだ強いユニットであることは変わりないんだけど。うん。技術的な問題で、なんか今までのクラクラのってなんかしっかりさ、いろんなところでノーミスで進めてあげることによって、しっかりなんか戦術としてね、クイヒだったらもう最初の入りの段階からラバルの時もそういう段階からみたいなところが、マジで出すだけで全開取れちゃうっていうのが、まあ良くなかったっていうところが、ルートライダーのね、害悪なところではありますよね。そこが難しい。うん。クイヒールートライダーもね、クイヒー以外のルートライダーパートってやっぱ、6体パーンって出せば、それで終わりなんで、ユニットを出すことに技術はいらないんですよ。ルートライダーを出すことに技術がいらないっていうところで考えると、クイヒーラバルよりも圧倒的にお手軽かつ強いから、まあ、上位互換でしかないかなっていう、なんでわざわざ今の時代にラバルやんなきゃいけないんだっていうのがね、思っちゃうところですよね。まあ、なので、そこをどう捉えるかっていうところもなかなか難しいところ。うん。これね、結構危なかったんだよね。インビジブルで隠されちゃうところ。ちょっとね、皆さんがどう感じてるかは、ちょっとコメントとかでね、聞かせていただけると嬉しいですね。やる分にはね、やっぱルートライダーっていうユニットはね、いいんですけどね、見てる分にはやっぱつまんないっていう意見もわかるし、ほんとバランスが難しいですね。この食い火はね、ぶっちゃけね、どっち行ってもいいなと思ってて、タウンホール向かうか、左の9時のところ入るか、どっちでもいいなと思ってて、まあ本戦これはもうタウンホールの方に向かうなーって分かったので、この金庫殴ってるあたりから、ああ、これ戻るねっていうところなので、まあそっちルートに切り替えて頭を作っていきますよと。まあ、ぶっちゃけ食い火ルート分かんないとき、どっち行ってもいいような出し方とかたまにしますね、こういう風に。分からんっつって。とりあえず進んだ方向で考えればいいやろっつって、そういうやり方をしていきますと。まあ、割とね、レジェンドリーグで、プランニングをね、30秒でやんなきゃいけないときって、そういうのも、そういうちょっと雑なやり方も結構強かったりしますね。はい。で、オーバーグローで、これはもうフリーズの上位互換みたいな使い方になります。で、逆に残った9時の方からルートライダー発進という流れ。で、10日弊社外周流してという形ですね。で、まあ僕のやり方だとキングを結構内側に入れていくことが多いですね。なんだけど、今回は下に採用して、イーグルの方の東海弊社と一緒にサポート入れていく形にしましたね。で、クイーンの方はちょっとヒーラー奪われちゃったんで、これもどうしようもないっすね。まあ、これでルートライダーの、まあ、伸びとかその辺も見つつ、援軍と当たっているところ、まあ、ちゃんとこの HP の落ちてるかな、どうかな、みたいなところはね、アップデ後入ってしっかり見たことはなかったので、ちょっと僕も確認しながら見ていこうかな、この辺は。うん。まあ、まだトームは温存してるっていう状況ではあるんですけど、まあ、数体やられ始めてるのかな。で、ここでウォーデンがなかなかね、入らなかったのがね、きつかったんだよね。トーム打ちたいのに、トーム打ちたいのにっていう状況で、でここでようやく打てる状況になって打っていくと。うん。まあ、スーパードラゴンも巻き込める形で良かったかなと思ってます。ちなみに僕はね、10日弊社の中身は、スーパードラゴンに目覚めて、しばらく10日弊社の中身ずっとスーパードラゴンでやってますね。これめっちゃ強いんですよね。スーパードラゴンガチで強いよ、中身。突イエティやらないんでね、僕が。もう、突イエティになんか、あんまり魅力を感じない人になっちゃったので、東海弊社を覚えてから。まあ、対戦とかでもちょっと東海弊社も強いっていうのもあったね。まあ、東海弊社は今まで使われてなかったから別にバフが入ったところで、東海弊社強すぎるだろうって文句言う人はいないと思うんで、まあ、実際ちょっと強いかなとは思うんですけど、東海弊社が強すぎるわって意見にはならないよね。ちょっと強いかなと思ってます。また似たようなタウンホール真ん中の配置ですね。僕もちなみにね、こういう配置に今切り替えてます。なのでちょっとね、星1も防衛が取れるようになって、この配置結構星取れるんだってちょっと意外に思ってるところもあるんですけど、ルートライダー編成からするとこのインビジブルタワー2本ってやっぱきついんだね。
界大会とかでも、この前のね、ウォームアップトーナメントの時にもこういう配置実際に使われてましたもんね。うん。強いんだってびっくりしました。使ってみないとわからない気づきとかあるよね。で、それで見て、なんとなくルートライダー編成っていうのも、解けて守れるようになってきたから、ああ、やっぱ、調整ってある程度効果あったんだなとは思いつつ、うん。このまま食い火は、9時の方、ガン流しで、穴開け一層だけするけど、ガン流しで、入っても入んなくてもみたいな穴開けのやり方をしたんだったかな。基本は入れるつもりで投げた気がするけど。防衛軍スーパードラゴンっていうところもね、世界大会で使われてましたね。ルートライダー対策ということで。ただ、レジェンドリーグでの採用はどうなんだろうってちょっと思っちゃうところではありますが、1防衛の価値が高い環境だからっていうところでもあるのかもしれないね。前回取られるのが当たり前だから別に、だからたまに守れればいいやでスーパードラゴン採用っていうのは分からなくはないって感じかな。いやー、このフローズンアローに任せてのマルチ IT ガン無視。で、ここはクイーンを見つつ、ルートライダーを3時の方に発信していくようなやり方でやっていきます。で、僕、このタイプの時にね、ルートライダー1体だけ残すのにハマってますね。で、ロイちゃん出し忘れたわと思いつつ、出してからストライカー1機のレイジトームです。この辺のね、伸びもしっかり見ていきたいところと、このウッドランチャーがね、やっぱり刺さるっていうのと、あとこの段階ではね、クイーンの HP めっちゃ見てましたね。クイーンの HP、フローズンアローの効果で耐えれそうっていうところで。はい、インビジブルタワー2つ解除しつつ、真ん中にキングを一緒に入れていくと。で、これで、やべえ、中身、イエティじゃねえ。よく考えたらイエティの方が良かったなーって、ここでは思ったんだけど、この後スーパードラゴンがめっちゃ強いです。ジャイアントガンタルトがめちゃくちゃ強いっていうところと、このタウンホールのところでね、スーパードラゴンも一緒に殴ってくれるので、それ見てレジュートっていう感じで合わせつつ、ルートライダー1体手元に残してるんですけど、使いどこなくなっちゃいましたね。最後の水塔の男ちょっと足してあげてっていう使い方でやっていきました。あとはロイヤルチャンピオン中央で能力使って、オーバーグローとかね、こういうタイプの配置の時はいらなくなったり、もうレイジが余ったりとか結構するタイプの配置なので、使わなくても良いと。さあ続けて見ていきましょう。全く覚えてないんだよな、この辺のアタック。超攻めたのに。タウン空飛すんだろうなってことだけ予想としてはつくんですけど。ルートライダーね。難しいね。ユニット性能単体としては、普通にまだまだ強いユニットではあるかなとは思ってます。ただ、これ以上の弱体化が必要かどうかっていうところと、他のバランス、他とのね、バランスも見ていかなきゃいけないっていうところでね、いろんな意見ね、僕のコメントの方に、チャンネルのね、コメントの方にもたくさん来て、そういう意見もあるんだなとかいろいろ見てたりはするんですけど、なかなか全員が望む環境にするのって難しいよね。僕も実際ルートライダーはね、使えますからね、クイヒールートライダーとか。弱体化されたら別にね、使えないぐらい弱くなったら、それはそれでまた別の戦術をね、模索すればいいだけぐらいの感覚ではいるんですけど、ルートライダーがあるからクラクラやってるって人も中にはいるとは思うし、ただ、プロ環境でやるってなるとまた話が変わっちゃうのが難しいところよね。ガチ対戦のタイムアタックのあれはちょっと渋いよな。でも結構クラロワとかのね、他のスパセルゲームをね、僕たまに見るし、その辺のね、意見も結構聞くんだけど、結構ね、クラロワとかでもぶっ壊れユニットとかぶっ壊れキャラが出て、その都度これはやばいわ、言うて YouTuber の方が結構ね、ケンツくんとか仲いいんで、たまに見てるんだけど、ケンツ来輝とか言ってて、やっぱどこの界隈もそうなんだなーって思いつつ、でもね、僕とかはクラロワ全然ね、上位層とかでは全くないので、そのあれもよくわかんないんですよね。確かに強いけど、みたいな。プロ層が言うほどそんなにあれではないなって俺のレベルだと思っちゃうことも結構あるし、相手もなんかそのカード、例えばぶっ壊れの
新カードが出たりすると、なんか、上の方ではめっちゃ流行って、みたいなことあるんだけど、実際ね、僕レベルのところではそんなに流行ってなかったり、まあ多少使う人が増えたなって感覚はあるけど、本真の意味で強い使い方してる人ってあんまり多くなくて、みたいな。やっぱね、上と下の乖離が出ちゃうのがなかなか難しいよね、このゲームバランス。簡単出すだけみたいなやつ。でも割とルートライダーはそれになり得るからな。おお。まあ何にしてもね、どんなゲームでもゲームのバランス作るの難しいよね。それは一定数考えなきゃいけないところの一つかなと思いつつ。これを打つとどうなるというと、あ、これ食い火外行くわって思いましたね。火力を抑えるためだけのオーバーグロー打って、ぐるっと外行くと。なるほど。これは、いい全開だったかどうかちょっと怪しいな。ちょっと飛ばしつつ、援軍当たります。クイーンがね、ひたすらにモノリスのターゲットを受け続けて、これモノリス入っちゃったの誰かったな。外に広げる方が良かったな、これ、こう考えると。で、レイジがね、東海弊社のところ間違えて置かれてるんですよね。東海弊社出そうと思して、レイジ置いてるんですよね。張り切ってウィザード出てきます。見て見て。ウィザード、パリピウィザード。ここからウォールブレーカー入れつつ、モノリスからの被弾消すためにね、ここインビジブルで回避して、ルートライダーとクイーンを合流するようなイメージでやっていくと。まあ、ウォールブレーカーも使いつつ、モノリスが一生外れんのよ。ここでユニコーン変わって、トーム打つんだけど、これトーム、だるいよな。見習いウォーデンの輪っかで、クイーン絶対入ってると思ったのに、これ外れてたんだよな、クイーンに。で、真ん中、これは多分ヒーローにシングルが入ってたので、ここはシングル固めつつ、で、ここでモノリスのターゲットがね、またクイーンから離れないと。で、この壁を開けてくれるね、ルートライダーの穴開け能力がやっぱ強いということでね、ここでキング、クイーン、ロイヤルチャンピオンっていうところを、ルートライダーを盾に一緒に進めることができるっていうのが強いですね。うん、ルートライダーがトルネードに回ったおかげで、ここの壁が全部開きましたと。で、スーパードラゴンの方が綺麗に進むことができているので、ここスーパードラゴンにもレイジがかかるようなイメージで打っていく。どうみんな、スーパードラゴンちょっと強く見えてきたでしょ。強いのよ、スーパードラゴン。で、ホグ生み出すのも強いんだよね。ホグロイちゃんもめっちゃ強い。ターゲット変えるのめっちゃ強いよね。で、ルートライダーまだ生きてたので、裏取りつつ、あとはロイヒート、なんかいろいろ動いて全開って感じでしたね。うん。まあ、真のぶっ壊れはどう考えてもジャイアントガントレットなんだけどね。バレないようにあいつ。ジャイアントガントレットだけはもうもはやルートライダー編成とかそういうあれじゃなくて、どの編成にすら入るスペックがあるからね、キングの装備を付け替えちゃえばいいんで、編成関係ないからね、使用率なんて。ガントレットが一番やべえけど、それに気づいてるんでしょうか。感覚値でバケモン級にぶっ壊れてんなと思ってたのが、フォックスとジャイアントガントレットとルートライダーだったんだよね。その中で、ガントレット以外の2項目に、ちゃんと修正が入ったのは、まあ、修正すべき点に目をつけるところはいいかなと思ってます。まあ、シンプルにまだ強いユニットとして残り続けるっていうのはいいと思うし、ただね、ラッシュ系の戦術もね、感覚値普通に全開取れちゃうところがどうなんだろうなーって危惧しているけど、人によってね、ちょうどいいと思えるバランスって違うじゃないですか。僕、実はね、タウンホール15の環境好きだったんですよね。これ絶対ね、そう思わない人も多いと思ってて、タウンホール15はやっぱ難しかったっていう声も結構一定数ね、あるところではあるし、難しいよなタウンホール15なこれはいい環境だったと思うけどなタウンホール15がなんかね、難しいから楽しいだったんだよね。でも最後の方はなんか、難しすぎない。難しいな、これ。何言ってるか分かんなくなっちゃうな、自分の方でも。言葉選びながらね、一応喋ってはいるので。うん。
なんかね、タウンホール14の時よりも平均全開率が今16で高いみたいで、この前ね、ゲームデータみたいな全開率みたいなの見せてもらったんですけど、タウンホール14の頃よりも15の頃よりも今の方が全開率がトータルで高いと、全体のね、V16 の層として。それどうなんだろうなと。タウンホールが上がることによって逆に簡単になってしまう上に、タウンホール14でさら結構簡単って言われてた時代の時よりあれ 10% ぐらいね、16のが平均全開率高いんですよ。それじゃやっぱ、俺らはいいけど、上はやっぱ差がつきづらいなっていう感覚。でもこういうとこもルートライダーちゃんと解けてきてるんだよね。今までの感覚だったらまだルートライダー残ってそうなんだけどな、これ。これね、多分ね、生きてると思うんだよね、今までだったら。ここホグ強いんよね。ルートライダー、ホグが強いんだわ。ルートライダーっつうか、ロイちゃんのホグが強いのよ、ホグ人形。最後にして終わろうかなと思います。結論ね、まだまだ強いユニットとして言えるかなと思います。うん。さあ、援軍カオスですね。ホーミングチェックもいろいろ入れつつ。ネクロスーパーガーゴイルというね、ちょっと援軍つって後悔しましたね。めんどくせえと。これちょっとね、この後面白い誘導になって。マジックイン入らん。そんなことあると思いながら。これで透析の方行っちゃう。透析の方行くと思ったら先に金山の方行ったんだよね。だるいだるいと思って。はい。火力も抑えつつ、ここはオーバーグローで全消しします。これだけで帰ってくる可能性もあるなと思ってたんですけど、帰ってこないと。ただ、ここね、こっちが全部隠れてることによって戻ってくると。これがオーバーグローのね、リカバリー力ですね。ただ、食い火下手くそなだけやろってツッコミはね、避けておきながら、レジェンドリーグやるとね、たまにこうしてクイーンのコントロールね、思い通りにいかないことがあるんだけど、ゴリ押しリカバリーですね。これ楽しいよ。ロイヤルチャンピオン出そうと思ったらね、ウォーデン間違えて空にしちゃってね、ウォーデン反応しちゃいましたね。対空砲とかホーミングに撃たれて。これクソだるいね。そうだ、こんなこともあったな。パンパーンって押してたらなんか空に切り替わって、ロイちゃん出てね、なんでと思ってウォーデンそのまま出したら空飛んでましたね。って思いました。ルートライダーね、ヒーリングトームを早々に剥がされてしまったことでどれぐらい伸びるのかも見ていきましょう。あんま伸びなかった気がする。ただヒーラーがここスライドしてくれたんだね。そうすると食い火が伸びなくなっちゃうので、ここで落ちますと。クローク打ったんだけど、クローク貫通のタウンポイズンかな何かで解けましたね。さあ、ここから見習いウォーデンもついたルートライダーやってきますよ。この辺 HP がね、800も落ちてますからね、以前よりも。さあ、見習いウォーデンしっかりいい位置をキープしている。素晴らしい立ち位置。さあ、スーパードラゴンがリクスケルトンを処理してくれつつ、このぶっ壊れジャンニアントガントレット。モノリスへばりついてる。解けたね。モノリスのところまでは伸びることができず。さあ、フリーズ打ってロイちゃんの延命。フォックスの方もね、適度に弱体化の影響を受けて攻撃とかは入ってるとは思うんですけど、そんなにわかんないね。終盤孤立した時にようやくわかる感じやね、フォックスは。さあ、能力持って解放していって全開と。なんともわかりづらい、あれでした。はい、というわけでね、ルートライダーでやってった形なんですけど、防衛来てる。ルートライダーやっぱ星1とかもね、生まれるようにはなって、以前よりは守ってくれることも増えたのかなとは思ってます。対戦の方もね、星6取れて、その時の感覚として、やっぱプランニングしてできるルートライダーやっぱめっちゃ強いなーって思います。割とね、強いユニットまだまだいると思ってて、この前のやっぱスーパードラゴンイベントとか来てたけど、スーパードラゴンも普通に強いし、サバカ最近ライドラ触り始めたんですけど、ライドラもこいつ強えなと思って強いやつめっちゃ多いと思ってます。その中でも飛び抜けてルートライダーっていうのが強いだけじゃなく、難易度が簡単っていうのがやっぱ一番、なんか評価の分かれるところかなと思ってて。簡単っていうのがやっぱ良くないね。クラクラの良さみたいなところが減りやすいことになっちゃうので、操作難易度が簡単なユニットっていうのはなかなかそれだけで強くなっちゃうとバランスブレーカーとして
機能しちゃうからね。個人的なバランス調整を入れるんだったら、ルートライダーの枠数を27とか8ぐらいにしたらちょうど良くなるんじゃないかなと思っております。バネで飛ぶとかよりも、枠数そのものを増やして、キャンプの枠数圧迫することの方がね、多分いいと思うんだよね。それでも使われると思うんだ。それでも強いと思うんだよね。でもルートライダーそのものの数が絶対に減るから、本体の数が減って、そうすると相対的にバランスは良くなると思うんだよな。回収ユニットとかもまあその分入れなきゃいけないし、時間切れとかもね、そしたら増えてくる可能性があるし。まあ、ラッシュだとね、枠数増やしただけじゃワンチャンなんだけど、まあそれでも破壊力とか軍隊の数みたいなのは絶対減るから、個人的にね、30枠はやりすぎかなとは思うんだけど、27枠とか8枠とか6枠あたりは割とちょうど良くなりそうな感覚をしてるから、ちょっと一回それぐらいの枠数でやってみたいんだよね、クラクラを。こんなんだって32枠のエレクトロタイタン誰が使うのって話になっちゃってますからね。この20枠のもっと強いやつがいてさ、タイタンが浮かばれないですよっていうことがなんか以前もペッカが使われなくなった理由にちょっと近いかなと思ってます。昔はね、ペッカス5イズだったのがタイタンに切り替わってタイタンがルートライダーに変わってという形でどんどん陸のね、主力ユニットがどんどん時代によって変わってきたのかなと思いつつ、はい。ちょっと長くなっちゃったんでこの辺で終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。